さあ、皆様、こんな泥臭いトマト、床に叩きつけておやりなさい。甲高い声が豪華絢爛なホテルの披露宴会場に響き渡りました。その姿は無残です。純白のテーブルクロスは真っ赤に染まり、壁には潰れたトマトが現代アートのように飛び散り、床には無数のヘタと果汁が広がっていました。その惨状の中心で、姑、高坂美代子は憎悪の表情で叫び続けていました。なぜ祝福されるべき結婚式が血のような赤色に染まってしまったのか。なぜ真っ赤なトマトがやがて花嫁の姑に絶叫を上げさせるほどの巨大な代償を求めることになるのか。なぜ真っ赤に染まった花嫁は満面の笑みなのか。そのすべての始まりは、亡き母が形見に残したたった一粒のトマトの種でした。この奇跡の結末をあなた自身の目で見届けていただけるのなら、チャンネル登録をして我々の物語の証人となってください。では、祝福のトマトは血よりも濃く始まりです。新幹線の滑らかな走行音、東京駅の雑踏、そしてタクシーの重いドアが閉まる音を経て、光がたどり着いた嫁入り先の正人の実家は、東京、田園調布にそびえる、まさに城でした。高い塀に囲まれ、季節の草花が計算され尽くしたように咲いています。重厚な玄関のドアが音もなく開くと、ひんやりとした花の香りと古い木材の匂いが混ざった空気が光を包みました。大理石の床は鏡のように磨かれ、光の少し緊張した顔を冷ややかに映し出していました。出迎えたのは、正人の母、姑となる高坂美代子。完璧にセットされた髪、一部の隙もないメイク。彼女は光を頭のてっぺんから履き慣れないパンプスの先までまるで鑑定士のように眺め、こう言いました。あなたが光さん。まあ、聞いていた通り、素朴な方、光は緊張で声を上ずらせながら必死に挨拶をしました。はじめまして。これ、父が今朝、取ったトマトです。披露宴の引き出物にもお出ししますので、どうぞご賞味ください。どうぞ。しかし美代子は、光が差し出した霧の箱を、ちらりと見下ろし、隠そうともせずに、ふっと鼻で笑って言い放ちました。トマト。そんな安っぽいものを引き出物に、あら、まあ、しかし汚いてね。いつも父のトマト作りの手伝いをしていますので、そう、まさとお客様の汚いお土産を厨房へ運んでちょうだい。お手伝いさんが処理に困るでしょうから、その言葉の直後、悲劇が起こります。美代子はまるで足元がおぼつかないかのように、わざとらしくよろめき、光の持つ霧の箱に手をぶつけました。箱は光の手から滑り落ち、カランと乾いた音を立てて、大理石の床に転がります。幸い、中のトマトは無事でしたが、その行為に込められた明確な悪意に光は息を飲みました。正人が慌てて、母さん、と声を荒らげ、光より先に箱を拾い上げます。彼は母の常軌を逸した行動に怒りをにじませながらも光を安心させようと母に背を向けると優しく微笑んでこう言ったのです。ごめん、光さん。母さんは少し驚いただけなんだ。このトマト、すごい香りで太陽と土の香りがするから、こんな素晴らしい引き出物ならみんなが喜んでくれるね。父上に最高のトマトをありがとうと伝えてくれるかい。正人のその一言と行動が光の凍りついた心をほんの少しだけ溶かしてくれたのでした。披露宴会場では司会者の声が軽やかに響き、スタッフが霧の木箱を各テーブルに配り始めました。箱の蓋を開けたゲストの間に、さざ波のようなざわめきが起こります。綺麗、宝石みたい、香りが違う。言葉はどれも喜びにあふれていました。一人だけを除いて、シェフは厨房の扉から会場を見守り、小さくうなずきました。彼にとっても、この引き出物は料理の一部。最後のコース、生トマト、食材のみの素晴らしき料理。締めくくりの静かなファンファーレでした。その時、まさにファンファーレを告げるシンバルの激音のようなマイクのハウリングが耳をつんざきました。美代子がマイクを手にして立っていました。彼女の顔は笑っているのに、目は笑っていませんでした。再びマイクのハウリングが会場に轟きます。光と正人の出会いは、東京ビッグサイトで開かれた国内最大級の農業フェアでした。自分のトマトを多くの人に知ってもらおうと、なけなしの貯金をはたいて出店した光。しかし、周りの華やかなブースにうずもれ、
彼女の地味なブースには誰も足を止めてくれませんでした。隣のブースでは最新の LED 照明で栽培された形だけが完璧な野菜が派手なコンパニオンによって宣伝されています。その会社の社長らしき男が光のブースを嘲笑うように見て言いました。お嬢ちゃん、そんな泥付きの野菜、今時売れないよ。惨めさと悔しさで泣きそうになったその時、一人の青年が彼女のトマトをじっと見つめていました。それがマサトでした。彼は有名なグルメ雑誌の編集者として上辺だけの食材に辟易し、本物を探し求めていたのです。彼は一つのトマトを手に取り、こう言いました。すごい、このトマト、生きているみたいだ。一つ食べさせてもらってもいいですか？光は彼の洒落た格好を見て、また冷やかしに来たのだと心を閉ざしかけますが、その真摯な眼差しに小さなトマトを一つ手渡しました。その場でトマトを丸かじりしたマサトは、美味しい。と子供のように笑い、そして彼の脳裏に幼い頃に母の生まれ故郷で食べたもぎたての果実の記憶が稲妻のように駆け巡りました。彼はただ美味しいというのではない。思い出した。食べ物は生き物だったんだ。その魂の叫びは嘲笑していた隣のブースの社長を黙らせるほどの熱量を放っていました。光はマサトになぜ父がトマト作りを始めたのかを話しました。それは母が亡くなった直後のことでした。悲しみに暮れ、酒に溺れる父を近所の農家の老人が無理やりハウスに連れて行き、一粒のトマトを手渡しました。農家の老人はこう言ったそうです。健介さん、こいつを見てみろ。水と土と太陽さえあれば、枯乾して真っ赤に実る。言い訳も嘘もつかん。ただ正直に生きとる。あんたもこいつみたいにもう一回生きてみんか。父はそのトマトを一口食べた瞬間、涙が止まらなくなったと言います。それは母を失った悲しみと生きる希望が混ざった甘くてしょっぱい味がしたそうです。しかし物語には続きがありました。その農家の老人が亡くなった後、父はハウスを受け継ぎましたが、数年間全くうまくいきませんでした。借金は膨らみ、何度も諦めかけました。そんなある嵐の夜、ハウスが吹き飛ばされそうになった時、父は母が庭に残した一粒の種から育った野生のトマトが必死に風に耐えている姿を見たのです。父はそのトマトの苗を母の形見だと思い、自分の体を張ってハウスを守り抜きました。その翌年から不思議とトマトは見事な実をつけるようになったといいます。私たちの人生は母とトマトと共にあったのです。その日、マサトは光が持ってきたトマトをすべて買い取り、彼の雑誌で特集記事を組むことを約束してくれました。光にとって、それは父と自分がやってきたことが初めて認められた奇跡のような瞬間でした。披露宴会場の厨房は小さな戦場でした。包丁と火の音が重なり、バターの香りの向こうで笑い声が混ざります。シェフの娘が父の白衣の袖を引っ張っていました。黒助、ちゃんとおとなしくしてる？黒い目をした小さなハムスターは透明のケージをコロコロ転がされながら丸い世界を探検していました。シェフは顔をしかめるふりをして娘の髪をくしゃりと撫でます。もちろんだとも、お前の相棒は世界で一番いい子だ。しかし幸運な約束ほど簡単に破られるものです。ケージの蓋の留め具がほんの少し甘かった。黒助は泡のように軽い意味で穴を見つけました。ケージの縁を登り、隙間からするり、床に着地した足音は、無音でも世界は大きく揺れます。彼は配線の森を抜け、ドアの影をすり抜け、音の小さい方へ走りました。それは人の心が油断する場所、華やかな会場、白い椅子、緊張の笑顔、ネズミが嫌いな人の足元ほど、なぜか小さな生き物は集まってしまうものです。甲高い悲鳴がシャンデリアに跳ね返りました。美代子が叫びます。ネズミ。汚い。誰か。ヒールが床を打ち、椅子が引かれ、テーブルクロスが波打ちます。黒助は立ち止まり、耳を伏せました。そこで、膝の高さを少し下回るところから、柔らかな影が差しました。光が腰を落として手のひらを開き、声を細くしました。大丈夫よ。怖くない。ここは暖かいよ。土の匂いのする手の洞窟。黒助は一度だけ振り返り、決心して飛び込みました。シェフは娘より早く駆けつけ、息を吐くのも忘れて立ち尽くしました。光の手のひらで小さな寝息が始まり、彼女は親指をそっと丸めて暗がりを作ります。
トマトも眠っている時は真っ暗がいい。そういった農家の友をシェフは知っていました。光の父でした。シェフは光に深く頭を下げました。あなたの手は育てる手だ。料理はそういう手と出会うためにある。結婚おめでとう。光ちゃん、シェフの娘が走ってきて、光の膝に顔を寄せます。ありがとう、お姉ちゃん。騒ぎは笑いに変わり、会場の空気の硬さが一枚、剥がれ落ちました。美代子だけは不機嫌に目を伏せます。私がネズミが嫌いなのを知って、わざとやったのね。戦いはすでに披露宴会場の控室から始まっていました。披露宴会場の控室は空気は澄むどころか濁ってました。純白のドレスをまとった光に美代子の冷たい声が突き刺さりました。その手だけはどうにもなりませんわ。その泥に汚れた手で純白のドレスに触れないでくださる？汚らわしい、見えない暴力は、ブーケの香りの奥に潜り込み、甘いはずのケーキの層にまで、苦味を忍ばせます。笑顔を崩さぬまま放たれる。美代子の言葉は、今日に至る間にも、光の心に音もなく積み重なっていました。リストから消された友人、末席へ追いやられる父の名、そして、格式という名の霊気。光は、父の働く手を、その手が生み出す美しいトマトを、父と自分の人生そのものを、侮辱された気がしました。涙が怒りに変わってこみ上げてきました。しかし、彼女はぐっとこらえ、毅然として言い返したのです。お母様、この手は私と父の誇りです。この手がなければ、誠さんと出会うこともありませんでした。ですから、この手のまま、私は誠さんのもとへ嫁ぎます。そして、お母様とも手で土をいじる素晴らしさを共にしたいです。光は誠と家政婦と目を合わせ、大きくうなずきました。その凛とした態度に、美代子は言葉を失い、顔を真っ赤にして黙り込みました。実は結婚式の数日前、光は婚礼準備の書類を閉じ、正人の家の応接まで一人で塞ぎ込んでいました。磨かれすぎた大理石の床は冷たい湖面のように彼女の顔を映し返します。そこへ正人が静かに戻り、テーブルの上に小さな木箱を置きました。古びた金具はくすみ、蓋には擦り傷がいくつも刻まれています。箱の上に白黒の写真が一枚写っているのは裸足で痩せギスの少女。手には泥の乾いた跡。けれど目だけはまっすぐに空を射抜いていました。正人は囁くように言いました。母の昔の写真なんだ。僕はこれを親族の誰にも見せたことがない。けれど君には続く言葉は光に対する言い訳でも母の過去の免罪符でもありませんでした。ただ一枚の写真に宿る時間をそのまま手渡すように彼は語りました。戦後の混乱、農家の長女、雨の夜、濡れた藁の匂い、弟に分けた最後の乾いたパン、村のバス停に貼られた華やかな都会のポスターの色、彼女は決めたのです。美しくなければ、ここから抜け出せない。その信仰はいつしか呪いに変わりました。美代子の泥臭いという言葉のトゲは、自分自身を指すための針でもあったのです。そこに家政婦を取り仕切る子さんの女性がお茶と一緒に布包みを持ってきました。姑の美代子が嫁いできた頃からこの家を見てきた家政婦です。彼女は持参した布包みをほどき、手袋を取り出しました。奥様は昔ね、田舎に帰るたびに畑に出たくて仕方がなかったの。でも手が汚れると旦那様に怒られるから、これをはめて土を触ったのよ。手袋の手のひらは薄く茶に染みていました。家政婦は微笑み、続けました。今の光さんの手は確かに土で汚れているけど、心はずっと綺麗です。きっと奥様もお分かりになる日が来るはずです。光は手袋に頬を寄せました。布からなぜか体温が戻ってくるのを感じます。正人は小さく頭を下げました。ありがとう。母を憎まないでください。手袋は木箱に戻され、蓋が閉じられました。姑のトゲの正体を知った夜、心の迷いにも蓋が閉じられました。その夜、光は正人から送られた婚約指輪を眺めていました。ダイヤモンドの硬質な輝きが、ふと幼い日の記憶を呼び覚まします。それは病気がちの母がまだ元気だった頃の夏の夕暮れの光景でした。縁側で母の静子が光の宝物だった小さなガラス玉を太陽にかざしていました。光、見て、ガラス玉でも光を通せばこんなにキラキラするの。大事なのはなんでできているかじゃない。光で輝く心があるかどうかよ。ね、光。
母の指は父と同じように少し土で汚れていましたが、光にとっては世界で一番美しい手でした。翌朝、光がいつものように目覚めた時、母は天国へ旅立っていました。食卓の上には母が旅立つ寸前に作った光の好物の少し焦げたトマトオムレツとたった一言震える字で書かれたメモがありました。光は太陽の子、父はただ遠くを見つめ、母さんは遠いところへ行ったとだけ言い、それ以来母の話題は食卓に上ることはありませんでした。指輪の輝きが母の涙のように見え、光はそっと瞳を閉じました。司会者の声が軽やかに響き、スタッフが霧の木箱を各テーブルに配り始めました。箱の蓋を開けたゲストの間に、さざ波のようなざわめきが起こります。綺麗、宝石みたい、香りが違う。言葉はどれも喜びにあふれていました。一人だけを除いて、そして締めくくりのファンファーレが鳴り響きました。マイクのハウリングが会場全員の耳をつんざきます。美代子がマイクを手にして立っています。彼女の顔は笑っているのに、目は笑っていません。皆様、本日はありがとうございます。高坂家を代表して申し上げます。私どもは、泥臭いものよりも、格式と洗練を大切にしてまいりました。こんな安っぽいトマトの費用は、すべて私が持ちますから、彼女は自分のテーブルのトマトをつかみました。握った指の白さが、皮の赤を引き立てます。時間が延び、空気が薄くなりました。さあ、皆様、こんな泥臭いトマト、床に叩きつけておやりなさい。最初の一撃は白いクロスに赤い花を咲かせました。二投目、三投目、誰かが悲鳴を上げ、誰かが立ちすくみました。そして誰かが笑っていました。明かりに照らされ、ビロードのように真っ赤に発光しているトマトだらけの床を手のひらで愛おしそうに撫でて、光は笑っていました。転がっているトマトを指先で撫でると、皮が張り、脈打つのが伝わってきました。光はまぶたを閉じます。トマトの香りが鼻腔いっぱいに蘇ってきました。スペインのブニョール、光の父のトマトが国際コンクールで表彰され、招待されたトマトフェスティバルでした。あの日の街は祭りの匂いで満ちていました。トマトが打ち上げ花火のように空で割れ、陽光に果汁の霧が虹を作ります。足元はぐちゃぐちゃなのに、誰もつまずかず、転びそうになれば、知らない手が持ち上げてくれます。光の父は少年のように笑い、人生はこうでなきゃと叫びました。周囲の叫びは混ざり合い、笑顔に吸収されていきました。光は最初、戸惑いました。貴重な収穫物が宙を舞う。投げ返し、弾け、踏まれる。敬意と悪ふざけの境界は、どこにあるのか。でも、父は言いました。敬意は使い切ることに宿る。命は閉じ込めず、巡らせるほど美しい。彼の額に赤い筋がつき、頬に種が張り付いていました。光はその姿を見て胸に何かが落ちる音を聞きました。薄い殻が割れて中から太陽が出てきたようでした。光は手に取ったトマトを真正面から受けに来た元気なスペインのお姉さんに笑って投げました。お姉さんは笑って受け止め、胸に押し当て、そして叫びました。人と人のつながりは血よりも赤く熱く濃いのよ。この赤色は家族の印よ。街中に赤い川が走り、石畳の目地に小さな滝ができました。人々は歓声を上げました。誰かがトランペットを吹き鳴らし、みんなが楽しく歌を歌い始めます。光は滑って尻餅をつき、赤い泥の上に手をつきました。たちまち手形が残ります。そこへ父の手が差し出されました。泥と果汁でぬるりとしているのに、不思議と強く温かい手、立てる。その問いかけは、来たるべき未来に投げかけられている気がしました。空には、トマトの果汁の霧でできた、大きくて綺麗な虹がかかっていました。トマトの皮は、アスファルトに張り付き、赤い斑点が街の紋章のように残されました。父は、光の方についた赤色を親指で拭い、それを自分の方に塗り込んで言いました。家族の印たい。ウェディングドレスに張り付いたトマトは、スペインでの誓いと同じ赤。同じ温度。光はそっと瞳を閉じ、大きな声で叫びました。家族の記した愛。静まり返る披露宴会場。スペインのトマトフェスティバルと同じトランペットが鳴り響きます。シェフを筆頭に厨房のスタッフはスペインの人たちでした。さあ、お母様、祭りはこれからよ。歓喜に飛び交うトマト。驚愕する姑。エピローグ、後日、高坂家の広い玄関に、
角張った封筒が届きました。記された文字は逃げ場のない現実でした。請求書、封は丁寧に閉じられ、宛名は丹精に書かれています。高坂美代子殿、封を開ける、金具の擦れる音、紙の繊維が割れる音。美代子はしばらく経ったまま、その封筒を胸元に抱えました。立ったまま読むのは難しく、彼女は椅子に座ります。姿勢を正すたびに、きしむ音が鳴ります。請求書には品名が記載されていました。佐賀県産川沿紅樹トマト特別栽培品。日本一高い値がつく高級トマトです。数量7300個。単価1万円。税込み。備考欄に小さな字でこうあります。お品書き、血より赤く濃い、家族の印、大、美代子は計算機を叩くまでもなく、つぶやきました。7300万。ふとドアベルが鳴りました。美代子は地球のすべての重力がのしかかる重い腰をなんとか椅子から引き離し、ゆっくりと立ち上がりました。家政婦が先に応対していたのは、光と正人でした。二人はスペインへの新婚旅行帰りに、そのまま光の実家に立ち寄り、収穫を手伝ってきた畑帰りの姿のままで土をまとい立っています。光は美代子に紙袋を差し出しました。中には小さな苗が2つ、ラベルには佐賀県産川沿紅樹トマト特別栽培品と書かれていました。光はこう言いました。これはうちの実家の土に慣れた苗ですが、お庭の片隅で育ててみませんか。毎朝見に行って話しかけてあげてください。水は少しずつ。美代子は苗を見つめました。彼女の瞳の中で何かの計算式がほどけ、別の配列へ並び変わっていくのが見えました。彼女は言いました。でも私は、土の汚れが苦手なの。光は微笑み、うなずきました。手袋を持ってきました。紙袋の底から、あの手袋が現れました。手のひらに薄い茶のシミ。美代子は小さくつぶやきました。どうしてそれを。美代子はそっと手袋を見つめます。これいらないわね。初めて土に触れる子供のような顔をしました。手なんか汚れても心がきれいならそれでいいのよね。みんな小さくうなずきました。玄関先でみんなで小さな苗を挟み、同じ高さで目を合わせます。空は青く晴れ渡っていました。佐賀の畑ではまた次の収穫のための準備が始まります。支柱は等間隔に立ち、赤い糸で紡いだ紐が空を渡っていきます。正人はぎこちない手つきで結び方を覚え、光は笑いながらほどけにくい結び方を教えます。健介は苗の根をほぐし、美代子は腰に手を当て、雲の形で翌日の天気を占います。スペインの祭りで見た真っ赤な虹は、ここでもう一度畑の真上にかかりました。誰かが投げたものを誰かが受け止め、誰かが返す。その循環の先に種は落ち、芽が出て実がなる。光は胸の前で手を合わせました。彼女は心の中で言いました。お母さん、これからも見守っていてください。泥の中から宝石が生まれました。その宝石はみんなを輝かせてくれます。ありがとう。あなたが産んでくれた太陽の子、光より。風が畑を一列ずつ撫でます。トマトの葉が擦れる音は拍手のように聞こえます。目の前のあの人を幸せにするあなたの小さな奇跡、それこそがやがてみんなを幸せにする偉大なる奇跡の最初の一歩となることを願っています。